今年の5月、ある大手私鉄の一部区間が廃止されることが決定しました。その路線とは名鉄広見線。広見線全体で見ると名古屋駅に乗り入れたり、中部国際空港までの特急が走っていたりと、なかなかにぎわっている路線ではあるのですが、今回廃止が決まったのはその末端区間である新蟹駅から御嶽駅の区間です。名鉄は大手私鉄ではあるものの、平成に入っても合理化を目的に多くの路線を廃止していて、現在残っている三河線や竹花線も2000年代に入って部分廃止がされています。なぜ広見線の末端区間は廃止されるに至ったのか。今回は広見線の歴史を見ていきながらその理由をご紹介します。このチャンネルでは鉄道や廃線、離島などの動画を金曜夜に投稿していますので、チャンネル登録、いいね、コメントいただけますと嬉しいです。それでは行ってみましょう。まず広見線の歴史ですが、新蟹駅を境に歴史が異なります。新蟹駅から御嶽駅は東濃鉄道という私鉄が1920年に開業させました。新蟹駅は当時は広見駅という名前で、この区間はもともと同社が1918年に先行して開業させていた多治見駅から広見駅の延伸区間でした。ところが多治見駅から広見駅は1926年に国有化された板線となり、路線が分断されます。この時広見駅から御嶽駅の区間を東美鉄道に継承させます。一方で名古屋鉄道が広見駅から東側の区間を1929年に開業。第二次世界大戦中の1943年、名古屋鉄道と東美鉄道の合併により、全線が広見線として名古屋鉄道の路線となりました。新蟹駅でスイッチバックしているのは、こういった歴史的経緯によるものです。2007年に名鉄が当区間を廃止する可能性について言及。その結果2010年から沿線自治体による赤字の補填が始まります。年2億円の赤字に対し補填額は1億円。ところが名鉄が2025年限りでこの協定を終了する旨を通告。鉄道の維持修繕費用を公費負担するみなし上下分離方式か、バス転換か。沿線自治体は選択を迫られます。みなし上下分離方式を採用した場合の地元負担額は年 3.4 億円と高額。しかも沿線自治体は蟹市と御嶽町ですが、当区間で蟹市に属するのは新蟹駅を除くと明智駅のみで、利用者の多くは御嶽町民。蟹市が支援の拡大に難色を示し、人口1万7000人ほどの御嶽町が抱え込めるほどの金額ではなく、断念せざるを得なくなってしまったと考えられます。当区間の輸送密度は2024年度で約1700、営業係数は374。正直 JR 北海道を見てると全然余裕に見えますが感覚が麻痺しています。御嶽町は2028年度までの運行を希望。2029年4月1日に廃止されることがつい先日正式に決定しました。さてそんな広見線の末端区間ですが、距離にしてわずか 7.4km。時間にして新蟹駅から12分ほどで終点御嶽駅に到着します。しかも唯一の交換可能駅であった明智駅が2023年に防線化してしまい、この区間は1本の列車しか入線できなくなってしまいました。駅は新蟹駅を除くと4駅。明智駅、江都駅、御嶽口駅、御嶽駅。またかつて新蟹駅と明智駅の間に学校前駅という駅があったようですが、
利用者の減少とシステム移行の経費削減のため2005年に廃止されてしまいました。駅跡には駅出口に設置されていたカーブミラーのみが残っています。現在残っている4駅は全てが無人駅。私は2023年に訪問。ちょうど平日だったので通勤通学需要を拝むことができました。列車はだいたい1時間に2本と廃止が決定した路線にしてはかなり多い印象です。全列車が新蟹駅と御嶽駅間での運行になります。新蟹駅から御嶽方面は1番線から発着しますが、改札を入った後1番線ではもう一度改札を通ることになります。トーク間は IC カードが使えず系統分離されているためです。IC カードで乗り継ぐ場合は窓口に申し出て精算票を受け取ることになります。限界ローカル線のよくある光景としては利用者が高校生かご老人しかいない点ですが、この路線に関しては通勤客と見られる方の利用がそれなりに見られ、廃止するには需要が大きいことがわかります。マス転換するには需要が大きすぎると話題になった函館本線の余市駅から小樽駅間。こちらの輸送密度はコロナ前で2000超えでした。コロナ後と考えると広見線のトーク間も近しいかと思いますが、全車は距離が 20km 超え、冬季の積雪やインバウンド需要もあることから単純に比較することはできません。代替バスですが現在検討されているのはトーク間に並行する蟹御嶽バイパス経由ではなく、やや北寄りに国道21号線の原道路を経由するルートが案として出ています。明智駅を利用していた御嶽町民は便利になるかと思いますが、蟹市民はバス停から遠くなり不便になりそうです。また隣町の八百津町からは明智駅までのコミュニティバスが出ており、こちらもトーク間の廃止でどうなるか注目です。余談ですが明智駅から八百津町まではかつて名鉄八百津線が分岐しており、このコミュニティバスはその代替バスになります。八百津線は四半世紀前の2001年に廃止されています。新蟹駅から御嶽駅間が廃止になる前の再放に合わせて八百津線の廃線跡も訪れてみたいですね。いかがでしたでしょうか。路線としてはそこまで特筆して見どころがあるわけでもなく、利用者も多いので普通のローカル線という感じではありますが、区間距離も短く探索しやすい路線ではあります。今後同じように利用者がある程度いても自治体の体力切れで廃止される路線が増えると思いますので、訪問範囲を広げていきたいと思います。名鉄広見線は残念ながら断念しましたが、上下分離方式で維持を試みようとしている路線があります。つい先日大きな地震もあった熊本県。ここに2020年から災害で不通になっている路線